にちは。今回は筋肉マンパーフェクトオリジン編第3話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。原作読んでるはずなのにアニメは手に汗握って見てたわ。テキサスコンドルキックからのブレーンバスター。ブレーンバスターって相手を抱え上げて後ろに倒れ背中を叩きつける技みたいな感じがするが、ああして脳天を叩きつけるのが本当なんだな。ブレインバスターだからね。いや、あれは垂直落下式だろ。原作だと背中から行くけど見栄えよく開閉したんじゃないの。トラクターのタイヤみたい。ラジアルが弱すぎるのか、テリーがとんでもなく強いのか。ラジアルは今まで巨大なタイヤと高い身長のおかげで頭にあまり攻撃受けたことなかったんじゃないか。だからブレーンバスター一発がまともに入って KO されたんだきっと。なんというか甘さが目立つパーフェクト超人。パーフェクト超人、別に完璧じゃない。なのでテリーのブレーンバスターは筋肉ドライバー級の超必殺やぞ。タイヤに守られ脳天への攻撃はほとんど受けたことがない可能性高いからな。そもそもあいつらスパーリング繰り返してただけでタイヤのパンクも初めてだろう。そこにカーフブランディング、テキサスコンドルキック、垂直落下式ブレーンバスターと全て脳天狙い。むしろ死んでもおかしくない連携じゃね。使い馬でもないけどブレーンバスターみたいなのは重量級ほどダメージがエグい。肩のタイヤやが伸びる足付けてても失格にならないのは不満。生身で戦うこっちが不利すぎる。だってあいつは生まれつきそういう体なんだから仕方ないじゃん。マックスラジアルって寝るときつらそう。横田守のツイッター見るとタイヤ描く作業はかなり大変だったっぽいな。超人って全体的に動かすの難しいだろうなって。スグルやテリーはほぼ人間だからいいけど、ラージナンバーズの面々はな。ラジアルの動き好きだよ。逆立ち状態からタイヤの力で直立に戻るやつ。ラジアルの顔がアップになるところで白目が見えるけど、マスクのパワーで瞳孔部分に錯覚するの地味に好き。ポールダンサー感。あんだけ皮膚をずる向けにされたらばい菌入ってヤバくないのかテリーマン。傷の範囲を見るにパンツもタイヤ攻撃に巻き込まれてたようだけど、破れたり下がったりしてない。なんという頑強さだ。漫画読んでた時は静止画だからこんなにドバドバ血が流れている印象なかったんだが、シリーズ初見だけど毎度血まみれでビビるな。筋肉マンは黒表現多いからね。体真っ二つにしたり腕とか足とかもいなり、ミキサーにかけたりローラーにかけたりやりたい放題。人間じゃねえから超人だから。まさか相手が負けたら自害するような頭おかしい連中だとは思わないじゃん。あれじゃテリーから見たら自分を人質にしながら戦ってるようなもの。お前が勝ったら俺の命はないぞ。それでもいいのかというように、そんなもんに付き合いきれんというのもわかるわ。ネプチューンマン見てるんだから知らないわけないだろうな。テリーがパーフェクト超人の思想に恐怖したり、スグルのおねしょと細かいところははしょってたな。負けたんで自害しますだけど、やれることやって負けたイメージがなく、不甲斐ない負け方してるから潔くってより、そりゃ死ぬしかないわなっていうなんとも言えない感じ。こいつら偉そうなこと言って修羅場くぐってきてないなっていう。あいつら強いけど引きこもってスパーしてるだけなんで、土壇場になると弱いことが多い。自害しないとケンダマンやスクリューキッドのように制裁を食らうのがパーフェクト超人。自分たちを追い詰めるぐらい強い相手がいなかったからつい油断してしまうんだ。ラージナンバーズの持ち物が合体する巨大なマシンガンになったのはどういうこと？筋肉マンならよくあることだよ。何の突拍子もなく白同士が合体したりもするからね。アイテムには超人たちのエネルギーが込められてて、そのエネルギーをワープエネルギーに変換したんだけど、プロセスを観客に分かりやすいイメージを伝えるために銃っぽい見た目になった。悪魔六騎士も使ってた。素晴らしい湯で演出。初見を振り落とす湯でイズムの真骨頂。パーツ投げて合体させてマシンガンになる。
自分たちが薬莢に入る。銃を撃って穴を開けてそこに飛ぶ。パーツも追ってくる。ちゃんと転移先の映像もある。手間がかかりすぎてる。パーフェクト超人ならもっとシンプルに移動しろ。ラジアルの合体パーツは何だったんだろう。バイザーの部分。なんで一戦ごとに次々ルールを勝手に変えていくのか理解できないんだけど。盛り上がるだろ。以上の理由はない。トーナメントの組み合わせすら変わるのが筋肉マン。5対5の勝ち抜き戦で1対1引き分け、3人対4人になってから3人タッグで決着をつけようとか言い出すのが筋肉マン。エンタメがわかってるブドウさん。これ超人委員会もぐるだろ。特に委員長とかいつもスブルに不利なルールばっかやってたもんな。ロックマンみたいにキャラ固有のステージあるのはワクワクするよな。アウェーの会場で戦ってやるってハンデみたいに言ってるけど、対戦相手を実質指定してきてるからトントンなのでは。相撲中にリング出すなや。超人バトルは人間に危害を加えないというのが暗黙の了解なのに、あれはお相撲さんを思いっきり巻き込んでるよね。筋肉マンは日本代表ではないだろ。ターボメン、ウォーズマン、ダルメシマン、ラーメンマン、クラッシュマン、グロッケン、武道、テリーマン、マーリンマン、ロビン、ピークアブー、筋肉マン。ありがとう。次回予告でテリーマンを吹っ飛ばした正体はでなく、いきなりネタバレ。テリーマンを跳ねのけたの残りのラージナンバーズかと思った。次回予告でネタバレやめようぜ。黒装束の正体が気になっていたのに。マーキービジュアルとかで散々出てたし。なんか予告のセカセキングが可愛かった。来週からが本番だな。カーメンはどれだけ持つのか楽しみだね。マキマキ。よく言われるペースとかの問題は来週がどうなるかやね。アトランティスの勇姿が見たいわい。不死身のテキサスブロンコの3は散れすぎない色男。テリーの愚直な左からのカーフブランディング。テキサスコンドルキック。そしてブレーンバスター。サイアンドコー。お疲れさん。テリーマン。ここからさらに面白くなる。来週も楽しみ。今週も最高だった。テリーマンってさ、少年ジャンプ連載時の印象だと良いやつではあっても強い超人って印象はないんだよね。そりゃ最初期から出てる仲間で、その後に強い敵ばっか出てくるんだからしょうがないよね。ポイント盛りだくさんだったが、今回はやっぱり筋肉マン。みんな最初は違う考えだったではないか。のセリフで涙腺が緩んでしまった。ここは彼の寛大さと優しさがにじみ出ている場面の一つだと思う。グロいぜマックスラジアル。攻撃も痛そうだが自害も痛そう。痛そうな化身かお前は。負けたら自害。ヤバい系の武士みたいなヤバい詐欺良さを発揮しやがって。巨大重症感。自分たちを弾として打ち出すの流れを真面目にやられると、笑っていいやらわからなくなるな。テリーマンがマックスラジアルを倒す&筋肉マン参上。ラジアルが自害&舞台が世界各国に移るの巻。テリーのセリフがいちいちかっこいいな。巨大な銃や穴の演出は謎だったけど、アイドル超人たちのホームで戦う展開は悪くない感じ。ラストの黒装束は悪魔超人の助っ人かね。原作ではさらっと進んだテリーマンを突き飛ばす謎の黒装束で次回に続くの。単に原作をなぞるのでなくアニメとして盛り上がるところできるし、興味を引く演出をするぞって感じでいいね。まさかステカセがの要素は予告で補う。あ、そうか。筋肉マンといえばそうなるよな。なんせ見るのが数十年ぶりなので、てっきり一つのリングでやるもんだと思っていた。これは嬉しい誤算。来週から悪魔超人出てきたりで、いろいろと賑やかになる様子。楽しいな。テリーマンはこの音解説役に回るんかな。マックスラジアル戦は、テリーマンの良いところがギュッと濃縮された名勝負。そして、旧作で勲章を捨ててまで自分を助けに来てくれたテリーマンのこと。今度は筋肉マンが大王の立場すら投げ出して助けに来てくれる胸熱展開。バトルシーン、背景の作画も素晴らしすぎました。テリーマンの底力と筋肉マンが来てくれたことにうるっときた。今回用意されたステージの説明も筋肉マンの醍醐味だなって思います。
どんな戦いが待ってるんだってワクワク感が半端ないです。最後一体誰が助太刀に来てくれたんだ。すっとぼけ。自害したラジアルにテリーマンが、お互いが分かり合うために戦っているんじゃないか、と叫んだ。その答えを、この戦いの最後の最後に、筋肉マンが〇〇〇〇に向かって叫んだとこにつながるんだな。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。